16世紀イングランド、その存在が王国の基盤を決定的に変えることになった一人の女性がいた。アン・ブーリン。チューダー朝2代目の王、ヘンリー8世の2人目の妻となったアン。王国の政治体制や宗教基盤に多大な影響を与えることになったヘンリーとの結婚。そしてその悲劇的な結末は人々の興味と関心を引きつけ、多くの文学、映像作品に影響を与えてきた。ヘンリー8世の思想を誘導し、側近の失脚やイングランド、宗教改革にまで影響を与えたと言われるアン。果たして一介の侍女にそんなことが可能だったのか。ある時は悪女、ある時は男たちの身勝手と政治的陰謀の被害者として描かれてきた彼女は一体どんな女性だったのか。最後に明かされる通説の裏に隠された驚くべき真実とは。アン・ブーリンはイングランドの裕福な地主で外交官でもあったトマス・ブーリンとサリー伯トマス・ハワードの娘エリザベスの間に生まれました。彼女の出生年ははっきりとしておらず、1501年から1507年まで諸説あります。アンには2人の兄弟がいたとされ、姉メアリーが1499年頃、弟ジョージが1505年頃に生まれたとされます。父トマスはヘンリーの父の時代から宮廷に仕えており、ヘンリーの姉マーガレットのスコットランドこし入れにも随行していたことが分かっています。1513年、アンはネーデルラントの摂政であったマーガレット・オブ・オーストリアの宮廷に送られます。当時、マーガレットの宮廷は貴族の子女たちの教育の場となっており、アンもそうした子女たちの一人であったと考えられます。賢く、自立心があり、物覚えが早かったというアンは、マーガレットに気に入られ、フランス語や上流階級の作法を身につけていきました。また、音楽の才能があったと言われ、リュートの演奏や歌やダンスも目を引くものがあったといいます。1513年8月、ヘンリー8世率いるイングランドとハプスブルク家の同盟軍は、伯爵の戦いでフランス軍を破り、フランス北部のリールへ凱旋。この時、神聖ローマ皇帝マクシミリアンの娘であったマーガレットも駆けつけ、おそらくアンも随行していたと考えられます。まだ10代前半だったアンが22歳の若きヘンリーを目にしていたかどうかは残念ながら記録がありません。翌年の1514年、アンは姉と共にヘンリーの妹メアリーのフランスこし入れに次女として同行したとされています。しかしメアリーの夫ルイ12世が結婚からわずか82日で亡くなり、メアリーはヘンリーの中心だったチャールズ・ブランドンと秘密結婚し、イングランドへ帰国。アンはそのままフランスに残り、ルイ12世の後を継いで即位したフランソワ1世の王妃クロードに仕えたとされています。さらにフランソワの姉マルグリット・ドナバルとも親交があったとされ、彼女の芸術的好みや宗教的な考え方がアンに大きな影響を与えたと考えられています。そうした生活の中で、アンはフランス流の洗練されたファッションや立ち振る舞いを身につけ、それが後の彼女の運命を大きく動かしていくきっかけとなったのです。1521年、父トマスはアンをイングランドへ呼び戻します。背景には1515年に亡くなったアンの父方の曽祖父オーモンド伯トマス・バトラーの相続問題がありました。トマス・ブーリンはオーモンド伯爵位の継承をめぐり、亡くなったトマス・バトラーの親戚にあたるピアース・バトラーと対立していたのです。長引く相続争いに終止符を打つため提案されたのは、ピアースの息子ジェームズとアンの結婚でした。こうしてイングランドに呼び戻されたアンですが、結局この結婚が成立することはありませんでした。そんな彼女が初めてイングランド宮廷に姿を見せたのは帰国翌年1522年3月のことでした。
断食期間を前にした賑やかな祝祭日、パンケーキデー、国会火曜日に開催された仮面劇、シャトーベール。アンはそこで忍耐の役を演じました。この仮面劇では、8人の女性たちが女性の美徳を演じ、アンの姉、メアリーは優しさを、ヘンリーの妹、メアリーは美しさを演じたと言われます。映像作品などでは、ヘンリーがアンを見初めた場面として劇的に描かれることが多いものの、実際にはこの時点でヘンリーがアンに関心を寄せた可能性は低いと見られています。しかし、この仮面劇が開催されたウルジー枢機卿の居城、ヨークプレイスは、後にホワイトホール宮殿へと改装され、アンはそこに住む初めての王妃となるのです。フランスで洗練されたファッションや優雅な立ち振る舞いを身につけたアンは、イングランドの社交界で異彩を放つ存在となりました。当時のフランス大使は、誰もが彼女を生粋のフランス人女性と思うだろうと記録しています。そんな彼女を見初めた人物がいました。ノーザンバーランド伯の長男、ヘンリー・パーシーです。ノーザンバーランド伯はイングランド国内でも最上位の貴族であり、ブーリン家よりもかなり格上の家柄です。もしもこの結婚が成立すれば、アンは一介の貴族の娘からたちまち伯爵夫人に上り詰めることになります。しかし、パーシーの父、ノーザンバーランド伯は、この結婚に大反対。そして、この結婚に異議を唱えた人物がもう一人。ヘンリー8世の首席顧問官、ウルジー枢機卿です。なんと、この頃、ヘンリーの妻、キャサリン・オブ・アラゴンの次女として宮廷に出入りしていたアンに、ヘンリーが関心を寄せていたというのです。アンとパーシーの間には、すでに婚前契約が成立していたとされ、パーシーは、なんとか食い下がろうとしました。しかし、相続権の剥奪などを盾に脅迫され、結局、シュルーズベリー伯の娘、メアリー・タルボットと結婚させられることとなったのです。アンは、この頃20代前半だったと考えられ、これ以上ない良縁を潰されたことで、ウルジーを激しく恨むようになったと言われます。ヘンリー8世はスペインの王女、キャサリン・オブ・アラゴンと結婚し、一人娘のメアリー王女を設けていました。しかし、男子の世継ぎに恵まれることはなく、次第に妻キャサリンを遠ざけるようになります。ヘンリーがいつ頃からキャサリンとの結婚解消を考えるようになったのか、そこにアンの影響があったのかどうかは、実のところはっきりとはしていません。一説には、愛人であったベッシー・ブラントの産んだ息子、ヘンリー・フィッツロイをリッチモンド・サマセット公爵に女爵した1525年頃では、とも言われます。同様に、ヘンリーがアンに興味を示し始めた時期もはっきりとはしないものの、1526年頃とする説が有力です。実際にヘンリーからアンへの初めての手紙が書かれたのは、この頃と言われており、同じ年、知人のトマス・ワイヤットとヘンリーがアンをめぐって三角関係を繰り広げていたと言われます。君からの手紙を読んでどう解釈すればいいのか分からず苦しんでいる。もし君が心も体も私だけのものになると誓ってくれるなら、私は君の最も忠実なしもべとなり、君を唯一の愛称とし、他の何者も愛さないと誓おう。少しでも私のことを思い出してもらえるよう、昨晩仕留めたお直を送る。どうかこれを食べるときには、ハンターのことも思い出してほしい。アンはヘンリーの愛人になることを拒否し、宮廷から距離を置きましたが、度重なる愛の告白に根負けし、ついにこう囁くのです。愛人にはなれないけれど、妻になら、なってもいいわ。1527年4月、ヘンリーは聖書レビ記の一節、兄の妻をめとるという罪を犯した者は、子に恵まれることはないだろう、という記述を根拠に、顧問官たちにキャサリンとの結婚無効を相談し始めました。キャサリン・オブ・アラゴンは、もともとヘンリーの兄、アーサーと結婚していましたが、アーサーが創生したことで、ヘンリーと結婚することとなったのです。ローマカトリック教会では、離婚は認められておらず、
特別な自由での結婚解消は、すべて教皇の許可が必要でした。ヘンリーは、兄の未亡人との結婚は、結婚解消のための特別な自由になり得ると考えたのです。この頃、ヘンリーがアンに宛てたと思われる手紙が残っています。これ以上ないほどの美しい贈り物に感動している。孤独な乙女を乗せた船とダイヤモンドも素晴らしいが、君がついに決意し、これほど謙虚に決心を伝えてくれたことに感謝する。君のいる場所が私のいる場所だ。この内容から、アンがヘンリーにダイヤをあしらった船の小物を贈ったことがわかります。船は太古の昔からノアの箱舟をはじめ、救いの象徴と考えられてきました。そしてダイヤモンドにはダイヤのように固く、不変で何者にも屈しない心という意味が込められています。つまり、アンはヘンリーに対し永遠の愛を誓ったと考えられるのです。そして、君のいる場所が私のいる場所だというヘンリーの言葉は、2人がこれまでの関係から一歩踏み出したことを示唆しています。ヘンリーからの手紙には日付が記されていないため、正確な時系列を知ることはできませんが、多くの歴史家はヘンリーが結婚解消に向け動き始めた1527年頃であろうと推測しています。ヘンリーはキャサリンとの結婚解消を教皇に認めさせるため、首席顧問官であり、教皇特使でもあったトマス・ウルジーを交渉役に任命します。しかし、ちょうどこの頃、カール5世率いる神聖ローマ帝国軍がローマを占拠し、教皇クレメンス7世は囚われの身に。とてもカール5世の叔母であるキャサリンに不利な決断などできる状態ではなかったのです。しかも、ヘンリーと兄の未亡人であるキャサリンの結婚は、当時の教皇から特別許可を得て行われたものでした。イングランドからの度重なる要請に、教皇はカンペッチョ枢機卿を特使として送りましたが、結婚解消を認める気など、鼻からありませんでした。こうして、ヘンリーとアンの仲が公になると、宮廷内では激しい派閥争いが始まります。宮廷で圧倒的な支持を集めるキャサリンに対し、アンの立場は不利でしたが、やがてウルジーを面白く思わない貴族たちが彼女のもとに集い始めます。ヘンリーのアンへの寵愛を背景に、ロッチフォード子爵に叙されていた父、トマス・ブーリンをはじめ、この頃、ノーフォーク公となっていた叔父、トマス・ハワード、そしてヘンリーの長身であったサフォーク公、チャールズ・ブランドンなどです。アンは、ヘンリー・パーシーとの結婚を潰されたことで、ウルジーを憎んでおり、ヘンリーの離婚が一向に成立しないのは、ウルジーによる妨害だと考えていたようです。そして、決定的な事件が起こります。ウルジーは、カール5世と対立するフランスのフランソワ1世から、結婚解消のサポートを得ようと交渉を続けていました。ところが、1529年8月、フランスと神聖ローマ帝国との間でカンブレーの和約が成立。こうしてヘンリーのヨーロッパ内での孤立は決定的となり、教皇による結婚無効承認への道はさらに遠いものとなったのです。同じ年の10月、交渉に失敗したウルジーは逮捕され、大法官を解任されます。これには教皇に対する強いメッセージが含まれていました。結婚無効を認めないなら、イングランドはローマ教会から独立する。そして、このウルジー失脚の裏には、アンの策略があったと言われているのです。ウルジーは、そもそも結婚解消なんて成立させる気はないのよ。その後、ウルジーは、一度は宮廷に復帰したものの、再度逮捕され、審問に向かう途中、病気で亡くなってしまいました。結婚解消が遅々として進まない状況に、ヘンリーは徐々に疑問を抱くようになります。神に選ばれたはずの王が、なぜ教皇の許可を得なければならないのか。その背景には、アンがヘンリーに勧めたとされる一冊の本の存在がありました。エラスムスの影響を受けた宗教活動家、ウィリアム・ティンダルによるキリスト者の服従です。
王とは神の代理人であり、王の方は神の方である。教会がヨーロッパの君主を支配するなど、これ以上ない恥ずかしめであり、許されざることだ。すべての王国において、一人の王、一つの法というのが神の定理である。ヘンリーはこれを読むと、これは私のための本、すべての君主が読むべき本だ。と感激したといいます。こうしてアンは、ブーリン家が金銭的支援をしていた神学者、トマス・クランマーなどの力も借りながら、ヘンリーに国王至上主義の思想を植え付けていったのです。ヘンリーがローマ教会からの独立を強く意識するようになっていく一方で、アンのもとに集っていた貴族たちの離反が相次ぎます。ウルジーなき今、アンが女王になるかもしれないという現実に直面した貴族たちは、今度は彼女に敵対し始めたのです。中でもサフォーク公チャールズ・ブランドンはアンとトマス・ワイアットが男女関係にあったと密告し、一時宮廷を追放されることになりました。さらにアンの高慢な態度も反感を集める原因となります。スペイン人なんて全員海の底に沈んでしまえばいいのに。これにはスペイン出身である王妃キャサリンへの憎悪が込められています。1531年夏、ヘンリーはついにキャサリンと別居。これ以降、2人は一度も会うことはなく、キャサリンは一人娘のメアリーとも引き離されてしまいました。そして、この頃台頭し始めたのが、かつてウルジーの秘書官を務めていたトマス・クロムウェルです。クロムウェルは、ローマ教会からの独立を強く支持しており、アンを支援する立場に回ります。そして、1532年3月、クロムウェルは議会に司教への嘆願書を提出。王とは聖職者と信徒の双方を統べる唯一の統治者であり、守護者である。王は議会における立法を通じて自らの主権を確立する。魂はローマに、体はイングランドにという矛盾した2つの世界に生きる臣下たちを王という唯一の主君のもとに和解させ、国家を永遠の調和へと導かなければならない。それまでヘンリーの長身だったトマス・モアはこれに激しく反発し、大法官を辞任。クロムウェルは政権の実質的なトップに上り詰めることとなったのです。さらにイングランドにおける聖職者のトップ、カンタベリー大司教ウィリアム・ウォーハムが亡くなり、後任にはブーリン家の支援を受けたトマス・クランマーが就任。そして9月にはウィンザー城にてアンはペンブローク女公爵に叙せられます。叙爵式にはフランソワ一世の代理としてフランス大使が出席しただけでなく、10月にはカレーにてアンは正式なヘンリーの婚約者としてフランソワに面会。フランソワはアンに高価なダイヤを贈り、一緒にダンスまで踊ったといいます。そしておそらくこの頃、アンとヘンリーは初めて男女の関係になったと考えられます。ローマ教会からの独立に向けた理論武装が進み、フランスの支援を取り付けたことで、お互いに気持ちの変化があったのかもしれません。1533年初頭、2人は秘密裏に結婚。この頃、アンはすでに妊娠していたとされます。1533年3月30日、クロムウェルが提出した上訴制限法が成立し、教会裁判所からローマ教皇への上訴が禁止されます。これはイングランド国内の問題は教皇ではなく、すべて国王が判断を下すということであり、ローマ教会からの独立宣言に他なりません。5月23日にはカンタベリー大司教となっていたトマス・クランマーがヘンリーとキャサリンの結婚無効を宣言。こうして1533年6月1日、ウェストミンスター寺院において盛大な戴冠式が開催され、アンはついにイングランドの女王となったのです。ヘンリーの最初の手紙から実に7年もの月日が経っていました。この時、アンは妊娠6ヶ月頃であったとされます。ヘンリーの愛を一身に受け、お腹には世継ぎを宿し、正式に女王として戴冠。まさに彼女の忍耐と
政治的な策略が実を結んだ瞬間、彼女はこの世の栄華を極めていました。果たして本当にそうでしょうか。アンはヘンリー・パーシーとの結婚を潰されてウルジーを恨んでいた？その背後にはヘンリーがいた？ウルジーに敵対する貴族たちと組んで彼の失脚に一役買った？ヘンリーからの愛のささやきを交わし、じらし続け、愛人は嫌だけど妻ならなってもいいとささやいた？国王至上主義を唱える金書をこっそりとヘンリーに手渡し、思想を誘導した？実はこれらの説には明確な証拠はありません。ヘンリー・パーシーとの結婚が破談になったことは確かに痛手であったでしょう。しかし結果としてヘンリー8世との結婚が浮上し、そのために尽力していたウルジーを彼女が恨み、まして失脚を画策する必要などあったでしょうか。ヘンリーとキャサリンの結婚が特別許可を得たものであったこと、カール5世によるローマ謀略などの背景を考えれば、結婚無効の承認を得られる可能性はもともとゼロに等しかったと言えます。自分の主張が受け入れられないことに腹を立てたヘンリーが八つ当たり的に交渉責任者であったウルジーを処罰しただけと考える方が自然なのではないでしょうか。そもそも結婚破談の裏にはヘンリー8世の存在があったのでしょうか。アンとパーシーの結婚破談は1523年頃と言われます。ヘンリーからアンへの初めての手紙は1526年頃と考えられるため、この説にも根拠はありません。そしてアンからヘンリーへの手紙の返信は一通も現存しておらず、愛人は嫌だけど妻ならいいわなどと彼女がささやいた証拠もないのです。それどころか彼女が実際にどんな思いを抱いていたのか、何を悩み、何に喜びを見出したのか、それを知る術はありません。キャサリンとの結婚解消は、レビ記の記述を問題視したヘンリーが、宗教的良心から自発的に決断しただけなのかもしれないのです。ティンダルの書籍についても、実際には、宮廷にその本が存在したという記録があるのみです。ヘンリーがこの本を読み、その考え方に影響されたことは事実かもしれませんが、アンがそれを誘導したという証拠はありません。果たしてアン・ブーリンは本当に希代の策略家だったのか、それともヘンリー8世という絶対君主に翻弄されただけの女性だったのか。そしてこの後彼女を待ち受ける悲劇的な結末、彼女は自らそこへ飛び込んでいったのか、それともなすすべもなく落ちていったのか。このチャンネルでは最新の研究や専門書に基づき、歴史の裏側に隠された真実に迫ります。動画が気に入ったらいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。